はい、皆さんこんにちは。中ちゃん、はい、買いました。買いました。はい、ホンダの名車 S800。皆さんにもね S8 の愛称でおなじみのこの可愛らしいクラシックカー、ついにこのクラシカ横浜のラインナップに加わることになりました。可愛いね。まさにね、ホンダらしい。今となってはホンダというのはもう確固たる地位を築き上げた大メーカーですよ。ただもう皆さんご存知の通りね、二輪でスタートしてバイク屋のホンダがいやいや車も四輪事業でも本気でやるぞと、その決意の表れのような車がこの S シリーズですよね。S500 から始まり排気量を徐々にアップさせながら600、800とブラッシュアップされていき、でその S シリーズはいまだにね S2000、そして軽自動車として S660 がいまだに愛されてますよね。それのご先祖様みたいな立ち位置です。なんと美しいストーリーか。これねストーリーなんですよ。このクラシックカー、ヴィンテージカーっていうのはね、見た目のノスタルジックさとか今現代に無事に存在してくれてるこの希少性、あらゆる要素が絡み合ってその価値となるんですけども、この前中ちゃん、はい、こんなことがあったんですよ。私ねちょっと訳あって最近英会話に行ってます。そこでインド人の先生の人とねクラシックカーについてちょっと語り合ったんですよ。そこで出た質問、そもそもヴィンテージカー、クラシックカー定義は何なんだと。価値があるのは分かるよ。じゃあ年式が古ければ何でも価値が出るの？貴重であればみんなヴィンテージカーになっちゃうんじゃないのと。どこが境目なの？ただただ古い車と価値が出る古い車、これの差って何って聞かれて、いい質問するなと思っちゃってさでも言われてみればそうじゃないですか。中ちゃん急にお客さんに聞かれるとしますよ。例えば同じ1970年製造のモデルの車があります、2台ね。一方は500万円を超える価値になりました。もう一方はいやいやこんなんただの古い車で誰も欲しがらないよ。この差何と。我々もクラシックカー専門店に勤めていながらね、本当に一瞬止まりましたもん。でとっさに出た答えが、よくわからないけど多分ストーリーがあって需要がある車だと思うと私は答えました。ただ無事に残ってればいいってもんじゃない。その車にストーリーと、でそのストーリーに熱狂する人々の需要、あれ欲しい。この車にはこういうロマンがある。そういうね、人を熱くさせる何かを持っていて無事な車っていうのがヴィンテージカーとしてね、どんどん価値が出ていくんだろうなと、なんかその時再確認させられました。確かに、それで言うともうドンピシャに当てはまる車ですよただ古いだけじゃないストーリーを持つ車 S800、 1967年製造です。1967年式の S8 はいわゆる前期とされます。前期の S8 はねチェーン駆動なんですよ。チェーン駆動？バイクみたいにね、チェーンでタイヤを回すこのシステム、ちょっと想像できないよね。すごい、さすがバイク屋。最初チェーン式とか聞いた時にタイミングチェーンの話かなと思ってる違うんですよ、チェーンでタイヤ回しちゃう。今中ちゃん言ったようにね、さすがバイク屋が作った車なんですよね。後期型はシャフト式になってます。でこの個体はシャフトで動きます。でもちょっと不思議なのがね、1967年式の S800 はチェーン駆動のはずなんだけど、なんでこれはシャフトなんだって。やっぱいろいろねクラシックカーって難しいんですよね。いろいろと調べてみると、これは並行輸入車で67年製造当時オーストラリアで販売されてました。オーストラリアで走ってた、それを並行輸入した車です。オーストラリアではチェーン駆動って認められてなかったのかな、そう考えざるを得ないぐらい、なんかちょっとねよくわかんない。ここに関しては年式では前期だけどこの個体はシャフト式です。それは予備情報として知っていただいた上で、この寸法見るからにコンパクトです。全長328センチ、軽自動車だって339センチあるんですよ。 N ボックスよりワゴン R よりアルトよりキュッと短いこの全長、そして全幅140センチこれまた今の日本の軽自動車よりもねだいたい7センチコンパクトです。そして高さに至っては122センチ、スーパーカーみたいな前高の低さということで、もう長さ幅高さともに軽自動車よりもさらにキュッとコンパクトなこのボディに積まれるのは 800cc のエンジン、このエンジンもまた吹き上がりが抜群に良くてね、7000回転ぐらいまで高回転ブワーンと回すのを楽しむ今となってはもうないエンジン、まさにもうバイクなんですよ。中身バイク高回転までブワーンと回して楽しめよと、ホンダが最初に作った四輪シリーズ S シリーズです。
楽しいよね、それだけでね。楽しい。でさらにこれだけね、軽自動車というワードを出しておきながら細部の作りを見てみるとどうですか。しっかりしてんだよ、作りがねしっかりしてる。ボディ合成も相当こだわって作られてますよ。これは当時としてはねかなりお金かけてるはず。今ここからじゃちょっと見えないけどね、サスペンションはダブルウィッシュボーン方式をすでに採用してるんですよ。すごい。走りへのこだわりが随所に見て取れる。でボディの作りもねこう見えて結構ね堅牢ですよ。今の軽自動車みたいな薄さではなくてね、ほんとよっぽどしっかりしてる。紛れもないコンパクトな車体なんですけども、やっぱそこがホンダらしいというかね、軽きゃいいってもんじゃないよなと。ボディ合成ってところはかなり意識して作られてます。でそれぞれにあしらわれたメッキモールとかもそうですけどね、でもお金かかってますよね。この顔つきを見るとね、とても大衆向けの超コンパクトって感じではない、なんならね、デザイン面も含めてパッと見ですよ。私はこれ最初に見た時にボルボの P1800 シリーズを思い出しました。確かに似てるね、丸めってとこもそうですけどね、これメッキの使い方もそうだし、後ろに回ってみるとこれ若干フィンっぽいというかね、もちろんその寸法に関しては全く異なるものなんですけど、若干こう共通する何かを感じさせるんですよね、デザイン面も可愛くて、でやっぱ贅沢ですよ。おしゃれにあしらわれてます。なんか混乱するよ。混乱する。ドア開けた瞬間目に飛び込んでくる内張りと内装、上質だよね。やっぱ高級車を感じさせるこのラグジュアリーな感じかと思いきや、この質感を出しながらめちゃめちゃ小さいからねだから高級車ってパッと一瞬思った後にこの空間、ちょっとこれ初めての感覚ですね。よくわかんない。めちゃめちゃちっちゃいんだぜ。だってお邪魔します。から入るんだ。いやでも入れないもんこれちっさ。おお、でもすごいこれ入り口の開口部は非常にタイトです。そうですね。タイトとかナローというかね、結構乗り降りはしづらいでしょう。でも乗ってみたら案外ね、運転席からノーズにかけてはね割とスペース確保されてる感じ。乗り込んじゃえばあとはいけるね。大丈夫。ステアリングはこれ純正から変えられてるのかな。 S8 のステアリング見ると大体ウッドの細いのになってるけど、これは途中で変えられてるっぽい。多分変えられたんだね。でホーンボタンは後でつけてって感じか。ホーンボタンっていうかホーンこれなんだよ。いい音。ルームミラーの位置も可愛いですね。これねここにルームミラーだ。割れてっけどね、見やすい。意外と視界悪くないですよ。面白い。でもちろん、フェンダーミラーでね、可愛い中ちゃん、このシフトノブはあんまり見たことないんじゃないかな、これ短っ。これはちょっと初めて見るなすごい。左上がリバースか。でまっすぐが1速で2速3速で4速マニュアルなんですね、でも入る感じはすごいいいですね。トランクルームも結構ね重厚感があって、とてもこのコンパクトな寸法の車とは思えない。もうねボタンがもう重厚感ある本気で押さないと開かないですよこれ。これは経年じゃないのか。これね、さすがに年式相応でダンパーはちょっとへたっちゃってますねと思いきや、これはねこういう方式で上まで行ってこれをくる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 っと回していってこれで固定すると。なるほど。珍しいよね、でももうすごい強度。やっぱワンパネルワンパネルね結構重いですよ。そして中で思い出すのがさ、以前年間100台の車を乗ってきた男、モータージャーナリストの片岡秀明さん、いらっしゃって対談させていただきましたよね。年間100台、今までの人生で数えるとどうだ、もう数千台は確実に乗ってますという、もうねある意味偉業を成し遂げてるものすごい方。そんな車乗ってる人見たことないよ、その方にあえて聞きました。今まで乗った車でやっぱり一番面白かったの何ですか。名前が挙がったのが S8 ですよ。でしたね。 S800 は面白かったですねってね。あの方はね車との対話を非常に大切にされる方です、対話という面においては S800 は
対話があったとおっしゃってましたね。言ってましたね。それこそ回転数をブーンとこう上げながら走れる車今ないですから、今なお改めて乗りたいっていうふうにおっしゃってましたね。はい、そういう方ね多いと思います、それだけ変わった車、やっぱ歴史を作った車ですよ。それに今エンジンをかけて乗れるっていうのはこれまた幸運なことですよね。そうですね。実際この個体エンジンかかるのかどうかちょっとチェックしていきましょう。はい、はい、エンジンかけますよ。あ、かかったの？めちゃめちゃかかりいいじゃんアイドリングも1000回転付近で、あ、もうこんな安定するんだ。ちょっと踏みましょうか。はい、うわ、反応いい。5000までいくんだこれで。高回転だな。なんか皆さんが言ってる意味が分かりました、レッドゾーンがね8500回転からなんですよ。でなんか7000回転ぐらいでね楽しめちゃうよっていう話はよく聞いてましたけども、はい、正直ねそんな回せないよって、街中でそんなねブンブン高回転に回すような運転私あんま得意じゃないかなと思ってたんだけど、これ多分なるわ。なる、本当普段だいたい 2000cc から 3000cc クラスの車アクセル踏み込む時3000回転ぐらいまで上げようかなっていうイメージでもうね6000、7000になってた。でやっぱそういうエンジンですね。高回転で楽しんでください。トルクに関してはよく分かりませんみたいなだからもうどんどん回そうぜっていうそういう車なんだろうね。多分低速域のトルク薄いんだろうなこの感じ。でもこんだけコンパクトだと車体も軽いんですよね。車体軽いね。で車体軽いのに加えて、排気量は800あるわけですからね、はい、もちろん今のエンジンと比べてどうかってところはあるけど、でも最大馬力は70馬力あるようなのでね、性能云々じゃないですよね。やっぱこの味、今の車にはない楽しみってやっぱ歴史を感じながら走れるっていうところに加えて、ホンダが今四輪でね多くの名車を作り出してきたそのご先祖様ってことを考えるとね、ご先祖様乗っていいんすかって乗れるっていうんだからすごいよね。でこちらも走行に関してエンジンは非常に状態良さそうなんですけども、エンジンルームまだ紹介してなかったね、はい、これじゃあ行きましょう。先に塗装のとこ見ていただきましょうか、はい、こうやってねなんか継ぎ目みたいなところ、タッチペンで補修されてるような跡がありますね、はい、この辺り部分的に、パッと見たら割と分かってしまう感じでは外装現状ではこのようになってます、はい、ボンネット開けますよ。はい、オープンよ。綺麗だね。綺麗。ここのね超ネジっていうのかな、ここのサビもね味といえば味なんだけど、せっかくならちょっと綺麗にしてあげたい感じはしますよね。確かに。でもこの4連のキャブ、ほんとバイクだ。ほんとバイクだよね。木と1キャブって贅沢ですね。ねえ面白い車作ったんだよなでこちらにねこうくぼませてあるのは、なんかね日産のフェアレディ Z 初代 S30 を思わせる、大きなエンジンルーム確保するのにここをへこませてクリアランスをねスペースを確保してあげないといけなかったと、そういう逸話ありますけども、これもね同様のことをするプランがあったと。諸説あるみたいですけどね。でも実際のところはもう全然へこませる必要なんかないぐらいクリアランスも抜群にあるんですよ、何やら途中でねインジェクションタイプに変えることを想定してたと。そうなんだ。でも実際はインジェクションタイプは発売されなかったので、これはもう単純に飾りとなったわけでございます。諸説ありだけどね、でもこれが、結局結果としてはね S8 の個性になってくれたわけですよね、多分 S8 ファンの方からしたらそうそうこれこれとこの形状だよねってね、そうなるわけですよ。なんか本当可愛らしい愛おしくなっちゃうよね、ホイールを紹介させていただきますと、これは純正ホイールではないですね、何風っていうんだカンパニオールに似てなくもないけど、なんか、合ってますけどね。そうですね。でセンターキャップこれは、後からつけたってことでしょうね。なんかバシッとついてはいますけど、いわゆる S8 のねおなじみの純正ホイールキャップではありません、全体的な雰囲気としては非常に合ってていいと思います。
で中ちゃんそもそもだけど、はい。オープンじゃないんですね。オープンじゃない。でしかもハードトップかなと思ったらハードトップでもないんだ。外れないんですね、これ。外れない。単純なクーペ。はい。割と珍しいんじゃないですかね。珍しいですね。見たことない。そうか、これはハードトップなんだって思ったけど、完全なるね純粋なクーペスタイルなんですね。珍しいし、クーペ好きの方にはすごいいいですね。は雨の日とかもね、どちらかといえば気にせず乗れるのはやっぱクーペですから。そう今ではまだ仕入れたばっかだから笑い話ですけどね、普通に仕入れましたっつってね、陸送で運んでもらって、いやー初めましての時で雨の日だったんですよね。ちゃんと雨漏れしてた。ちゃんと雨漏れしてた。カーペットびちょびちょになってた。だからどっから漏れてるのかは今からね原因を突き詰めて、そこはもうしっかり直さないとね、雨漏れした車を売るわけにはいきませんので。でも早い段階で気づけてよかった。はい、確かにね、雨漏れは旧車屋さんにとっては大きな課題ですからね、これもしっかりと目に見えるところ判明したからにはしっかり対応していきましょう。はい、とご覧のようにまだ修正する箇所いくつかありますので、しっかりと修正完了した暁には満を持して販売開始とさせていただきたいと思います。ちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録をして次回以降の動画もご覧ください。それではまた必ずお会いしましょう。店長と中ちゃんでした。まだ何も知らない空のよ